こんにちは、オレンジです。皆さんはカーボントライピオを覚えているでしょうか？なんか妙に強かったあれです。今回はアタックリングだけでなくブレードベースをカーボン化することによってカーボントライピオをフルカーボン化したいと思います。バク転世代ベイのブレードベースって肉抜き穴がたくさんあって軽いんですよね。これを埋めることによって重量増と合成アップを狙いたいと思います。それでは作っていきます。まずは型を取るために肉抜き穴に粘土を詰めていきます。詰め終わったら台座になる平らな粘土の上に乗せてくっつけます。今回は樹脂を流し込むための囲いを100均のタッパーで試してみます。そこを切り抜いて台座の粘土に押し込みます。樹脂が漏れないように周囲に粘土を貼り付けておきます。樹脂を注入します。2日経って硬化したので取り出します。粘土を掘り出して洗浄して裏側に粘土を詰めました。樹脂も漏れませんし、安いしでタッパー便利ですね。お姿を作るための囲いはマスキングテープを使ってみます。美形剤を塗ったら樹脂を注入します。特に漏れもなく良好ですね。また2日経って硬化したので型同士を剥がします。マスキングテープを剥がしてドライバーでこじ開けます。洗浄するとこんな感じに型ができていました。成功ですね。ここからは型にカーボンを詰めていきます。あらかじめ樹脂を浸透させたチョップドカーボンを詰めます。少し多めくらいに入れます。入れ終わったら型同士を合わせてクランプで圧力をかけて鍛造します。
これによって余分な樹脂を型から押し出してカーボン繊維の密度を高めます。1日経って硬化したので型から取り出します。先もきれいに形になっていますね。取り出すとこんな感じにできていました。ウェイトディスクとアタックリングもぴったりはまりました。底面にコーティング用の樹脂を塗ってツヤを出します。ついでに歴線のアタックリングも補修しておきます。プラだったビットチップもカーボンに変えます。これでフルカーボントライピオの完成です。ブレードベースの重量は 14.6g です。ノーマルが 10.2g なので 4g ほど重くなっていますね。劇的な重量増にはなりませんでしたが、まあいいんじゃないでしょうか。ちなみにオリジナルのトライピオは 32g ほどです。それでは実際にカーボントライピオを試していきます。まずは持久力をテストします。アタックリングだけのカーボントライピオは55秒でしたが、今回はどうでしょうか。そういえばカーボンでトライピオを作った理由ですが、小さくて薄いものが作りやすいので、樹脂や製法のテストにちょうど良かったからです。受けも良さそうですし、何よりカーボン化がトライピオの強化になるのか結果が気になりました。結果は意外な強さを発揮してびっくりしてしまいましたが、持久力は49秒ほどですね。以前よりも6秒ほど下がってしまいました。重量増による摩擦の増加や軸先の材質の変化が理由でしょうか。カーボントライピオをバトルさせます。相手はおなじみのインペリアルドラゴンです。いきなり引き分けました。やはりインペリアルドラゴンは強いですね。勝ちました。2連続勝利です。いいですね。戦績は10戦3勝6敗1引き分けでした。攻撃が多少重くなったような印象でしたが、大幅な強化にはなりませんでしたね。でも勝率が4分の1から3分の1になっているので成功と言ってもいいかもしれません。いかがでしたでしょうか。
フルカーボン化で多少の強化になったように思います。また何か思いついたら試してみたいです。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。